こんにちは、大家好、なるです。私、もうすぐ台湾を離れるので、今日は台湾のコンビニで買えるお菓子やご飯を食べながら、台湾の感想を皆さんにシェアしたいと思います。台湾で不思議に思ったこと、台湾人の特徴など、今回ね、いろいろ観察をしたので、それを皆さんにシェアしたいと思います。皆さんも私の意見を聞いて、もし何か意見があればコメント欄で教えてください。なので今日はちょっとゆるい動画になります。私も自然な日本語で話すので、もうラジオ感覚でぜひ聞いてください。日本語を勉強している人はリスニング練習、シャドーイング練習に使ってもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速私が買ったものをちょっと紹介したいと思います。今回台湾のコンビニで何を買おうかなと思ってインスタグラムの質問でみんなに台湾のコンビニで何かおすすめはありませんかと募集をしました。インスタグラムの機能ありがたいですね。皆さんから結構いろいろおすすめの飲み物とかお菓子とか送ってもらいました。なので今回はみんなからおすすめしてもらったものや私が前から気になっていたもの、あとは Twitter、X で日本人の方が台湾のこれ美味しかったよというレビューを見てちょっと気になったものを買いました。一つ目は飲み物。ファミリーマートの電葉百香绿茶を買いました。オレンジ、パッションフルーツ、グレープフルーツ、グリーンティーですね。台湾ってグリーンティー、緑茶にいろいろ混ぜるの好きですよね。日本だと緑茶は緑茶。会社によってちょっと味は違うけど、緑茶にいろいろ混ぜることがあまりないんですよ。でも台湾って緑茶にフルーツを混ぜてみたり、砂糖を入れてみたり、ミルク、牛乳を入れてみたり、いろいろしますよね。私ミルクとか砂糖を入れている緑茶は好きじゃないんですけど、フルーツの組み合わせはとても素晴らしいと思います。はい。今回ね、こちらを買いました。次は、タタン。台湾のおにぎり、麻油鸡飯团です。セサミオイルチキンライスボール。これ、そう、私大好き、台湾のおにぎりです。これはセブンイレブンで買いました。これはね、インスタグラムでおすすめしてくれた人がいたので、今回初めて買いました。次は、タターン。茶叶蛋。ちょっと袋に入ったままなんですけど、台湾のコンビニにしかないんですよ。日本のコンビニにはありません。これが、漢方の水で漬け込まれた卵です。台湾のコンビニに入るとこれの匂いがするんですよ。もうすぐ。私半年ぐらい慣れなくて、台湾のコンビニ入るの嫌でした。今はね、もう大好きです。次はこちら。蜜桃松餅。ファミリーマートの極みパンケーキ。日本にもあります極みって日本語ですよね。次はこちら。イーメイの小泡芙。クリームパフ。お菓子ですね。次はこちら。こちらもね、同じイーメイさんの新蓮チョコリー素片。クランチチョコです。次はこちら。こちらがティラミス千層蛋糕。これはティラミスミルクレープ。そう、ミルクレープですね。これは美味しいでしょ。はい、あとは2つ。スナックですね。蚵仔煎羊片。蚵仔煎はこの写真にもあるんですけど、かきオムレツ味のポテトチップスです。これ日本にね、絶対ないですよね。もう一つが、乖乖、ユーミー、脆跳。これね、台湾の人たちの多分定番のお菓子じゃない？今回台湾のコンビニで買った食べ物はこんな感じです。本当はね、もう少し買いたかったんですけど、私今一人で暮らしているので、ちょっとね、買いすぎて余るのも嫌だなと思ってこれぐらいにしました。はい、それじゃあこれを食べながら私から見た台湾を皆さんにシェアしたいと思います。ちょっとお腹が空いたからおにぎりから食べましょう。いただきます。美味しい。このセサミオイル、マヨ？ちょっと辛い。今回台湾に1ヶ月半いていろいろ改めて気づいたことがあるんですけど、その一つが台湾のご飯、料理、熱々すぎ。例えばお弁当とかこういうおにぎりとかコンビニのレジでチンしてもらうとき、
持つのがもう危ないぐらい熱々に温めてくれるんですよ。そう、この卵もそう、この卵も10分ぐらいしないともう殻が剥けないぐらいずっと熱いんですよ。お店の料理もそうですね。火鍋はもちろん、この間、ごま団子の平べったいバージョンのものを食べたんですけど、それも熱すぎて、もう5分10分ぐらいしないとまともに食べられなかった。台湾の食べ物ね、熱々すぎ。私ね、今回気づいたの。台湾の人たち、ここのお肉、これね、二重顎と言うんですけど、この二重顎がない人が多いと思う。結構どうでもいい気づきかもしれないけど、私の中では結構感動したかな、今回気づいて。台湾って骨付きの食べ物が多いから、噛まないといけない。骨を避けながら食べないといけないから、結構ね、この辺の筋肉を使っていると思うんですよ。夜市で食べた、地瓜球、さつまいもボールも、あれもう、噛んでると顎が疲れてくる。あと私の学生さんが言っていたのは、タピオカミルクティー。タピオカもよく噛んで食べるでしょ？だからなのかな？日本って食べるのが楽なものが多いし、日本語自体があまり口を使わないで喋る言語だから、日本人だと体型は痩せているのに二重顎はある人結構いると思う。私の高校の時はね、みんな痩せてるけど、やっぱり顎のところは気にしている人多かったですね。私はね、なぜかあまりない方、私はない方なんですけど、結構気にしている人が多かったかな。この動画を見ている日本人の方、もし二重顎の肉をなくしたかったら、中国語を勉強するのおすすめかもしれません。飲み物も飲んでみます。美味しい！私が好きな味だ！ちょっと今まで買わなかったのを後悔している。もう一つね、結構びっくりしたこと。今までこういう台湾人に2人しか会ったことがないから、台湾で普通なのかどうなのかはわからないんだけど、私が例えば好きなもの何ですかと聞いた時に、その人はね、麺と答えたんですよ。で、私が、どうして麺が好きなんですかと聞いたら、食べるのが楽だから。楽だからその食べ物が好き？私、この回答初めて聞いた時に、ちょっとね、びっくり？ショックを受けました。やっぱり、好きな食べ物って、味が好きだからとか、私だとね、酸っぱいものが好き。だから、グレープフルーツとか、キウイとかが好き。そういうね、理由を作ることができるでしょ？でも、日本人の人、こう答える人います？わからないけど、私は人生で初めて聞きました。これはね、台湾の人の意見を聞きたい。楽だから、食べるのが楽だから、その食べ物が好き。これ普通？全然変じゃないですか？この回答は私の視野を広げてくれた回答。いろんな人がいるんだなぁと思った瞬間。次はしょっぱいものが食べたいので、こちら、オアゼンのポテトチップス。いい匂い。こんな感じです。いただきます。もう一つは、台湾の人、ナス嫌いすぎ。私の学生さんでも8割ぐらいかな。嫌いな食べ物なんですかと聞くと、ナス。ナスの食感ってちょっと特別だから、食感が嫌いっていうのはなんとなくわかる。けど、私の学生さんで一人、色が嫌いっていう人がいた。色？私、ナスの色変だなと思ったことなかったから、それも私の視野を広げてくれたよね。色が理由でナス嫌いな人もいるんだ。でもよくよく考えたら、日本人って海苔食べるから、その黒い食べ物に対してそんなに抵抗ないと思うの。だから、ナスに対しても、そのちょっと暗めの色に対してそんなに抵抗ないんだけど、他の国の人からしたら、やっぱちょっと黒っぽい食べ物って抵抗あるのかな？はい、どんどんレビューしていきましょう。次はもう安定のこのお菓子ですね。中はこんな感じ。私ね、これ最初柔らかいと思ってたんですよ。硬いよね。硬くはないか。周りちょっとクッキーみたいな。シュークリームというよりはクッキー生地に包まれている感じ。もう一つシェアしたいこと。この動画の最初、
で、みんな気づいたかな？音入ってるかわからないんだけど、外でめちゃめちゃ工事しているの。ちょっとうるさいの。しかも、昨日かな？昨日は8時より前から工事をしていてびっくりした。私、夜1時2時ぐらいに寝て、8時とか9時まで寝ている人だから、昨日はね、アラームじゃなくてその工事の音に起こされた。日本だったらクレーム入ってそうなぐらいうるさかったね。で、なんで朝から工事するんだろうって思った時に、2つ理由があるかなと思ったの。1つ目は、台湾、日中暑すぎるから。日中暑すぎるから、やっぱり涼しい朝に工事をしておこうっていう考えなのかな。いや、わからないけど、私の考察。これは私の考察。あとは、最近学んだ教訓なんだけど、台湾の午後2時から5時の間は外に出てはいけない。台湾の人はなぜかわかるでしょ？そう。雨が降るから。しかも結構な大雨。あれはもうスコールと言っていいのかな？スコール？台湾、やっぱり暑いから、その暑さが原因で午後からすごい雨が降るんですよ。だからね、今回気づいた。台湾の2時から5時は外に出てはいけない。家から出ないか、デパートとかカフェに避難した方がいい。そう、それをね、昨日インスタグラムに載せたら、夏の間だけですよって言われたんだけど、その夏が長すぎるのよ。もう台湾なんてほとんど夏じゃん。そう、わかるよ。夏の間だけこの現象が起きるのはわかる。でもその夏が長すぎ。次はね、私初めて食べるこのグワイグワイを食べます。なんかグワイグワイの歌があるの？何それ？グワイ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 バンバンバン。あ！待って、私思い出した。私ココナッツそんなに好きじゃないかも。食べたら意外といける。でも、私この匂いそんなに好きじゃない。そう、夏の話になるんですけど、今年の夏、暑すぎますか？Twitter、X でもその日本人の人、台湾に住んでる日本人の人が、今年異常に暑くないですか？と言っていたんですよ。私も確かに暑いなぁと思っていました。そのワーキングホリデーでいた時、留学していた時より暑い気がする。で、台湾の人にも何人か聞いてみたんですよ。今年って結構暑いですか？そしたら、暑い。今年暑い。と言っていたので、そう。今年異常に暑い。ね、私今日本にいないんですけど、日本も6月結構暑いという話を聞きましたね。そう、皆さん熱中症にならないように気をつけましょう。そう、それで私もう一つ不思議なのが、台湾の特に女性の方、全然汗をかいている様子がない。どうして？私すごく汗っかきなんですよ。汗っかきは汗をかきやすい人のこと。私すごく汗っかきで、特におでこと背中が汗でね、結構ビチャビチャになるんですよ。台湾の外を10分ぐらい歩いてたら、もう前髪は濡れるし、背中もビチョビチョになる。でも台湾の女性の方見ていると、そんなにね、汗をかいてないんですよ。何か秘訣あるんですか？この汗っかき、代謝が良くて羨ましいとか、痩せやすい体質でいいなとか言われるけど、全然痩せやすくないし、私ね、水もそんなに飲まないはずなのに、汗だけかくんですよ。むしろ悪くない？はい、今回はコンビニで買った食べ物を食べながら、私の台湾に対する感想を皆さんにシェアしました。残ったものはね、ちょっとゆっくり食べたいと思います。面白かったと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。台湾の人、足を外に向けて歩いている人が多い。これを日本語でガニ股とか外股とか言います。逆が内股ですね。内股。台湾の人ね、女の人、特に女の人、結構こう外股で歩いている人が多いと思いました。